皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済に大打撃を与えるであろうと言われている中国版リーマンショック。その話題が大きく今、世界の株式市場に駆け巡っています。その原因となっているのは、中国の不動産開発事業会社である中国恒大集団の経営危機です。私はこの会社についてすでに2週間前の動画において、この会社の経営危機が世界同時株安の引き金になるかもしれないよということを皆さんにお伝えしました。この話がいよいよ一般的なニュースとして語られるようになってきたのです。つい先日、香港の株式市場において株価の急落があり、そこから波及する形でヨーロッパの株式市場、アメリカの株式市場、そして今日は日本の株式市場にも株価の下落現象が起きました。この発端となっているのは、中国恒大集団の社債がもはや利払い停止の状態に陥っていることから、経営危機がまさに現実化し、このままであれば経営破綻まっしぐらではないか。そしてその影響はまさに中国経済に大打撃を与え、これが世界へと飛び火するかもしれない、そうした懸念が出ているのです。ただし、このニュースには大きなポイントがあります。それは、まだ中国恒大集団は経営破綻はしていません。今回の世界同時株安というのは、あくまでも経営破綻する危険性が高まっていますよというその心配から、今株を持っているのはリスクだな、もう利益が出ているんだったら売ってしまおう、みんなが売るんだったら私も売る、そういった釣れ安の面があります。そして下がることによって利益を失う人たちはどこかでその利益を補填しようとしますから、例えば仮想通貨市場などにおいても利食い売りというものが結構見られるような状況になりました。このように一つの引き金を引くだけで世界全体へと影響が広がるのは今の世界経済の特徴の一つだと言えます。ブロック経済ではありません。世界は必ずどこかでつながっていることによって、どこかで何か大きな出来事が起ころうとすると、それによって世界へとその動きというものがどんどんと広がっていくものなのです。ただし、先ほども述べましたが、今、中国恒大集団は経営危機に立ってはいますが、まだ経営破綻はしていません。ですから、本当の意味での世界同時株安の本番になっているわけではありません。今回の下げが一時的であろうと予測している声はあるのは、そうした意味において、まだまだ経営破綻はしていないんだから、今回の下げがずっとどんどんと続いて、さらなる暴落へとつながるわけではないというわけです。もちろん、中国恒大集団が完全な破綻、破滅的な最後を遂げるのであれば、大きな悪影響から世界同時株安へとつながるだろうと言われています。では、なぜ破綻していないにもかかわらずアメリカの株式市場で大きな下げがあったのでしょうか。そのことを解き明かすには、アメリカの事情についても知っておく必要があります。今、アメリカには債務上限の問題が発生しています。これは新型コロナウイルスの問題などもあって、政府がじゃんじゃんお金を出すことに対して制限がなかった。しかし、それに制限がかかるようになってきました。そのため、政府が使える自由なお金というものがこのままだとなくなってしまうかもしれない。そのことがアメリカの国債の利払いの停止につながるかもしれないという、このような、ある意味テクニカル的な話が出ています。当然の話ではありますが、アメリカの国債の利払いができませんよということになれば、これは大きな出来事であり、そんなことになってしまったら大変だということも、株式市場にとっては一つの心配事です。また、お金をじゃんじゃんと出さなければなりませんよねという話というのは、まさに新型コロナウイルスによる大打撃があり、この大打撃を和らげるために行われてきたことなのですが、いつまでもこのことを続けることはできない。いわば金融緩和を続けてきたけれど、どこかで手仕舞いしなければならない。その方向転換をいずれはしなければならない。これをテーパリングと呼ぶのですが、このテーパリングをいつから始めようかといったところが一つ注目されているポイントです。これもやはり株式市場にとっては野放図に金がガンガン出てきたんだから今買っちまえという、そういった自由に乗った投資といったものをどこかで見直さなければならない。こちらもまた一つ株式市場にとっては懸念の材料でした。このように2つの懸念材料がある中において、中国恒大集団が経営危機でこの爆弾が爆発したら当然のように株安になるだろうなと思っていたところに、実際香港市場で大きな株価の下落が見られたものですから、ある意味投資家たちを大きく動かすことへとつながったのです。そしてこのようなアメリカの株式市場の大きな下げというのは連動安をもたらすのが日本の株式市場の特徴の一つでもあります。
さて、世界全体の話はそのようにして、まだ破綻もしていない中国恒大集団の話にかなり敏感に反応したわけですが、じゃあもう一回基礎的な知識を確認していきましょう。中国恒大集団の負債総額はざっくり言って33兆円あります。自己資本が7兆円に過ぎませんから、まさに負債総額があまりにも大きすぎて、破綻した時の影響は計り知れません。計り知れませんと言っておきながらなのですが、リーマンショックと比べたらそこまではなりませんよと言われる理由というのがこの負債総額です。リーマンブラザーズの負債総額はざっくり言って60兆円程度と言われていましたから、今回の恒大集団の負債額というのはその2分の1です。ですからリーマンショックの半分ぐらいで済むだろうという目算がある程度立つわけです。しかしリーマンショックがどれほどひどかったかという話をすると、どうしてもその2分の1を小さいものとして評価することはできません。あれの半分が来るんだったらやっぱとんでもないことだよなと評価する方がまともな神経だと言えるでしょう。ただし震源地が今回はアメリカではなく中国ですから、アメリカの投資家たちにしてみれば、中国経済が吹っ飛んだところで直接的な被害としてはリーマンショックよりも2分の1、それよりもさらに小さく見積もって4分の1かな6分の1かなといった感じで結構過小評価するものです。そしてアメリカの投資家たちの一つの見方としてあるのは、このまま完全な経営破綻を迎えれば大きな悪影響が避けられないのだから、習近平政権もさすがに何かしらの手を打ってくるだろうという目算があります。しかし私はこの見方に対してかなり疑問を持っています。というのも、現在の習近平政権というのはそうしたこうやった方がいいよねという欧米の見方というものを結構簡単に裏切ってくるからです。つい先日も行われた様々な政策の中には文化大革命の再来ではないかと言われるものが様々ありますし、また企業活動について大幅に制限することを全く気にしないような政策というのもいくつも出てきています。教育関連事業に対してはあなたたちはもう塾経営をお金を取ってやるなというまさに企業にとっての死を意味するような政策発表などもありましたし、またゲーム会社などについては未成年についてはもう1日何時間といった極端なプレイ制限などもかけることによってその業界に大打撃を与えることも全く気にしている様子はありません。そして中国恒大集団の経営について言っても、彼ら自身が経営判断を誤り借金をどんどんと膨らませてきたんだから、そのツケを払うのは中国政府ではなく中国恒大集団自身でならなければならないと、そのように彼らを突き放す可能性というものが私は十分にあると思っています。なお中国恒大集団の社債についてはすでに欧米の格付け会社はデフォルト、もう利払いはできなくなる、これは紙くずになってしまうかもしれないよということをすでに発表しており、実際問題利払いがどんどんと停止する可能性はあります。直近のものでいうと今月下旬にも次々とこの社債の利払いといったものがやってくるわけですが、それらについて払い込みができなければその後もっと先の利払いのものについても利払い停止にとどまらず、もうさっさと返してくれと投資家が殺到する騒ぎへと発展する可能性があります。そのあたりがまさにいつこの恒大集団が経営破綻するかもしれない、突然死を迎えるかもしれない、そのような懸念が持たれている状況なのです。そしてこの負債総額33兆円というものがまさに吹っ飛んでしまえば関連の産業もそのほとんどにおいて打撃を受けることから、中国経済について言っても大きなブレーキがかかるであろうと言われています。この話の流れからいけば、それはもう習近平政権も終わりだなと思う方もいるでしょう。実際前回の動画においてもそんなことが起これば習近平政権倒れるかもねみたいなことを書いている方たちもいましたが、私の解説はこの点において全く違う話をしなければなりません。中国共産党にとって経済打撃が起こるというのは別に政権が頼ることにはつながりません。なぜならば彼らにしてみれば金持ちが自分たちの失敗をしただけの話だと言って庶民の味方のふりをして金儲けが走った人たちが自業自得、自分の行いの罪を背負っただけだという形で責任転嫁をまさに企業側に押し付ける可能性というのがあるのです。また経済状況が悪化してイコール政権が倒れるという連想というものは中国と日本を混同している間違った見方です。日本において経済状況が悪化するような失政を犯せばそれは政権の責任であり、政権に責任があるのであれば批判の声が高まり、そのことが支持率を低下させ、そして選挙において負けるという形で政権を揺るがすことになります。
ところが中国においてはそうではありません。経済状況が悪化して習近平体制への支持率が悪化したところで中国で行われる選挙というのは別に政権交代が起こるような構造にはなっていません。むしろ国民の支持率が悪くなったと見れば習近平政権は反対派勢力が力をつけるのを恐れて彼らを排除するようないわば権力闘争が中で行われる、その程度の話へとつながるだけだと私は思っています。実際問題、じゃあ国民が放棄するかといえば放棄することはないでしょう。なぜなら中国における軍というのは人民解放軍であり、この人民解放軍というのは別に中国の国家のため、国民のためにあるのではなく、党を守るために存在している軍です。ですから国民がもしも中国共産党に対してノーを突きつけるのであれば、人民解放軍はそのような人民をそれこそ敵とみなすでしょう。このあたりの事情というのがどうしても日本の感覚とずれているところで、まさに中国共産党の本質を表している部分だと言えます。というわけで今回の動画は中国恒大集団という会社が負債総額33兆円抱えて経営破綻の瀬戸際にいます。そして中国共産党はもしかしたら全く助けることなくこの会社を破綻させるかもしれません。それは中国経済に大きな打撃を与えるとともに世界同時株安の引き金になるかもしれません。そして専門家らは負債総額33兆円という数字からリーマンショックの2分の1以下の被害にとどまることからある意味限定的なものに過ぎないと考えている人たちの方が多いでしょう。しかし中国経済に大きなダメージを与えることは確実であり、その余波として習近平政権が権力闘争へともっと進むか、もしくは国内の不満を解消するためにより外に出てくるか、いわば拡張政策へとつながるかもしれない。そのような影響は今後も考えていかなければならないでしょう。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。